この177はアストン乗りからしたら幻の1台なんで、アストンマーティン界の王様みたいな車なんで。山県、このじゃじゃ馬な感じどう？いやー、モンスターマシンですね。はい、というわけで、今日ご紹介する車は、アストンマーティン177。世界限定77台。いやー、そのステアリングを握ってますよ今。最高で最高っすね。皆さんこんにちは。 MG スーパーカーチャンネル横溝です。山健です。はい、今日の MG コレクション、皆さんからかなりご要望のあったアストンマーティン177、ついにご紹介します。本当コメント欄でも、177が見たいっていうのたくさんあったんでね。今回ね、その YouTube をこう調べて177どういう紹介してるのかなって調べたんだけど全然出てこないんだ。ああ、幻の1台ですよね。なんで日本では多分これ最初の紹介動画になるかも。そうですね。金額なんですけど、これいくらだ？新車が100万ポンド、本体価格、はい、実際納車だと1.6億円ぐらい。ただ今結構価値も上がってて、最近のオークションでは2億オーバーはまあ当たり前で、3億円を超えてるなんて結果にもなってるっていう。これ左ハンドルなんだよね。珍しいですね。世界的に見ても77台のうちの8台しか実は左ハンドルがなくて、価値が結構上がってるという噂も聞いてます。じゃあそろそろ行ってみましょうか。すげえ、横からの絵でコービーさんのこの辺のさ、いやそこですよ。そこもちょっとカメラさん、ここももう本当にこのウエストっていうのかな、このクッと引き締まるじゃないですか、ここから。でここのラインがいいんですよ。いいよね。アストンってそのジェントルなイメージがあるけども、これに関してはだいぶ攻撃的だなっていう、やっぱモンスターマシンっていうのを感じさせつつも、でもやっぱりエレガントさが残ってるっていう。177なんだけれども、そのパッと見たらもうすぐにアストンって分かる。わかりますね。グリルの部分、ね、グリルであるとか、でもちょっと普通のアストンではねえなって僕このライン好きですけどね。わかる。すごいワイドなフェンダーでこう張り出してるんだけど、ここねしっかりこう空力を考えて、ここもそうなんだけど、このライトのねデザイン、そしてライトの中までさ、そうなんですよ。ここすごいっすよね。この造形めちゃめちゃ綺麗だよね。ライトをオンにした時の演出がめちゃくちゃかっこいいんです。ルルルルっていう、夜だとすごい本当にかっこいいですよ。結構リアもさワイドトレッドなんだよね。僕ここ一番好きですね。ブレーキとともにライトつけると1本全部つながるんで、この形がかっこいいですね。あとはこのディフューザーが全部カーボンで結構気使いますけどね。タイヤの輪止め、ちょっと中覗くとこんな、普通じゃねえなっていう。サスペンションからしてもレーシングカーですからね。ウィッシュボーンで横についてるよみたいなダンパーがっていうね。エンジンルーム見てみましょう。よいしょ。開き方がそっち。開き方こっちだからね。これ綺麗だよね。7.3 排気量でそんな効かない数字ですよこれ。そうだね。だってこれさ、もともと6リッター V12 でしょ。はい、6リッター V12 のアストンのエンジンをコストワースとともに作り上げたエンジンですからね。で馬力もだってあれでしょ、もともと710ぐらいを目指してたのが結果的に目標値よりも高い760馬力までいったでしょ。まあマニアックなところで言うと、これレース界ではもう一世を風靡したダイナミックっていうメーカーのダイナミックのダンパーがついてるね。この青とゴールド見れば分かる人分かる。ダイナミック。そうで、バンプとリバウンドセッティングできるんだよね。へえ。とかガス圧もここで変えられるから。確かに。だからサーキット走るときはちょっと固めにセットして、で街中とかワインディングだったら、まあ今のこの乗り味だったらもう少しね、俺はバンプとリバウンドちょっと緩めて、こう橋桁とかのところももっといなしていくようなセッティングに一回走ってみたいなって思うよね。いや本当どこ見てもカーボンだし、いやすごい。これものすごいよね。っていうかなかなかないよね。ない。ここにもしっかりエンブレムついてるんだっていう。そうだね。これね、運転難しいから山県なかなかハンドル握らないですよこの車。すんごい低速の発進の時がガッタガタするんですよ。
これ本当にウィンワンワンってなってる通り、ちょっとアクセルのあれでどうしてもこうなっちゃうんですよ。今めっちゃカクカクしてたじゃないですか。僕が下手なわけじゃないですからね、これ車がこういうキャラなんでカクカクしちゃうんですよ本当に。これ見てる人が思ってる以上に結構じゃじゃ馬だよこの車。じゃあインテリア行ってみようか。よいしょ。このスワンウィングドアですよね、アストンのちょっと斜め上に上がるっていう。でこれ縁石とかあっても、当たらないっていう。ドア開けるじゃん。エレガントな感じの中、開けた瞬間のレーシングなここのカーボンの感じね。もうドアの内側すごいっすよね。フルカーボンですからね。フルカーボン。こんなにヌルヌルな車ないっすよ。ヌルヌルだねこれ。ヌルヌルっすよ本当に。そしてなんて言ってもね、このエントリーのところですよね。名前が書いてあるんですよ。77分の39と。ハンドビルトイングランド4優作前澤と。39代目ですねこの車は。なんで39なんですかね。優作の作とかなんですかね。いやいや関係ないだそれ。たま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 だろそれ。でもなんかアストンマーティンでは、前澤友作は39になってるみたいです。ここから始まってるのかわかんないですけど。なるほど。限定車の番号はだいたい39って。じゃあ次に来るあれとかあれも多分39のはずですね。なるほど。まだこれからね納車も控えてますからね。入ってきますからね。何台か。これどうまだ言えないよね。まだ言えない。匂わせておいて納車をお楽しみにということですけどね。やっぱりアストンと言ったらね、キーがクリスタルキーですね。クリスタルキーですね。これがかっこいいんですよ。これがかっこいい。でこれをエンジンスタートと書いてあるところに、差し込む。アストンマーティンはもうそこの演出からかっこいいんですよね。このセルが回る音が多分僕の知ってる限り全部の車の中で一番かっこいいです。キューンバーンですよね。かっこいいね。キューンバーンですよね。あとはこのハンドル、最近は上下がこうスクエアになってるスーパーカー多いけど、ね、このアストンはこのサイドがこういう形状になっていて、外側にアルカンターラ、でかいっすよね、ステアリング、結構台形だよね。相当でかい、そしてパドルシフト、ね、プラスマイナスがそこをくり抜かれてるんですよ。そうなんだよね。結構大変そう、それだけでも。ボタン類もさ、押し心地がさ、なんかいいんだよね。めっちゃいい。そこまで絶対考えてますね、これは。ここも俺好きなんだよ、このそこもいいです。ここも好き。手触り感とかパーキングブレーキを押すだけで気持ちいい車、これは本当に名言出たね。どうしてもね、兄弟セールストークすぎるぐらい確かにまあ本当いいんだよね。でも確かに実際ディーラーの方はこの車をどのように思われてるのかちょっとお聞きしたいな。そうですね、走ってるのを見たら、相当レアですね。皆さん大体乗らない方が多いので、見かけたら本当に幸せになれるみたいな。確かに。この車はでも本当に見た目に関しては本当に全くもって不満がないですよね。ないね。どう見てもかっこいいですもん。美しいし。まあ今山君が言ったように見た目に関しては。見た目に関しては。はい。見た目に関してはさっきのねここの動きを見てもらえればちょっとなんとかならないのかなと思ってる部分がちょっとあるっていうね。はい。見た目に関しては本当にもう。